皆様こんにちは。先織り作家のなおなおです。皆様は使い終わってクタクタになったシーツをどのようになさっていますか？捨ててしまうのはちょっと待ってくださいね。使い切って役割を終えた布に新しい命を吹き込んで再生していくのが先織りの精神です。今回は使い終わったシーツを裂いて玄関マットや足拭きマットに再生をする方法をご紹介します。こちらにあるように使い終わった綿 100% のシーツを使ってマットを作っていきます。この動画を最後までご覧いただけますとシーツを裂く方法やマットを折る工程がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。なおなお先織りチャンネルでは先織りの制作、着物の再生について動画を作っています。ぜひチャンネル登録をお願いします。こちらは使い古した布団のシーツです。お洗濯して洗って乾いている状態になっています。こちらを今日は裂いていこうと思います。まずこういうファスナーの部分などは、使わないのでそこを省いていきます。で、大きな1枚布にしてから使っていきます。このファスナー部分をまず外していきます。で1周ついてたファスナー部分が取れました。縦に裂いた方が長く取れますので縦長に裂いていきます。そのために長方形になっている上の部分をほどいていきます。ミシンで縫ってあるのでその端をハサミで入れて横方向に開いてきました。隅の方から縦の長い方向に向かって裂いていきます。シーツの厚さにもよりますが、太い方が厚いマットになりますので、今回は 1.5 センチぐらいに裂いていこうと思います。長方形の下の部分も開いていきます。そうすると大きな1枚の布になりましたので、今下までいったら5ミリぐらい残した状態で、今度はこちらからまた 1.5 センチ入ったところにハサミをちょこんと入れて、また下から裂いていきます。このような状態です。一番上までいったらまた 1.5 センチ入ったところにハサミを入れて、このような状態です。折り返してまた裂いていきます。30分ほどで白いシーツと子供用の布団カバーを裂くことができました。こちらを横糸にして先織りのマットを折っていこうと思います。まずは板ひに裂いたものを巻いていきます。こちらの先っぽを肩結びしまして板ひに引っ掛けて裂
ていきます。あんまり太いと折りにくいのでこのぐらいにします。子供用の布団カバーも板日に巻けましたので、早速折っていきたいと思います。こちらはアシュフォードの織り機に縦糸が貼ってある状態です。今は縦糸が3メートルほど、巻いてあります。筬は1センチ3本の穴が開いている30羽の筬を使っています。糸は綿の糸を2本取りにしています。2本取りにした方がとても丈夫な縦糸になります。手前は捨て糸をやった後にこのブルーの糸は細い糸を5段ほど折ってあります。このブルーの糸からがマットになりますので、最初と最後はこういった細い糸を使うと折り終わった後にほどけにくくなります。縦糸の詳しい貼り方は前の動画で説明してありますので参考にしてみてください。それでは早速折っていきます。まず1段目を入れます。1段目の5センチほどを残して筬を手前に引きます。2段目を入れます。隅はきちっと一番隅の縦糸に巻くようにして、横糸は山のようになるように置きます。最初の1段目の5センチほど出したものは2段目に入れて糸の始末をします。このような形になります。ここだけ二重になります。3段目からは繰り返しの作業になります。隅をきちっと合わせてからゆるく山を作って力強く折ります。先折りのマットはしっかりした生地にしたいので力いっぱい手前に引いて目が詰まるようにしてみてください。こういう、隅の部分裂いた時に折り返しの部分はこのようになっているわけですが、普通に折ってしまうとピロッと飛び出してしまうので、手で下の方に来るようになじませて折ると目立ちにくくなります。今10センチほど折りましたので、ブルーの先布をアクセントに入れようと思います。まず白い布を5センチぐらいの残して切ります。こちらは一番最後の段と同じところに入れたいので、
一番隅の1本に引っ掛けて、このような感じに引っ掛けて、同じ段で二重になるようにして糸の始末をします。そしてこのブルーの裂いた布は今こちらが二重になっているので、こちらから入れるとここが分厚くならずに済みます。最初と同じように5センチほど出して一段取ります。2段目を入れます。5センチ出したところは2段目に入れて端の処理をします。二重になっているところはちょっと厚くなるのですが、こちらとこちらでばらしたことによってそんなに気にならなくなってきます。このまま折り続けます。ブルーがポイントで入りましたので、また次の段からは白い生地にしたいと思います。端の処理は先ほどと同じように5センチのところでカットして、で端の処理を行います。白い生地は反対側の方から差し込みます。5センチ残しまして端の処理をします。このままずっと折り進めます。一番最後も最後の段と同じところに入れて、これで先折りの部分は終了です。このまま外してしまうとほつれていってしまうので、細い糸で5段折ります。これは最初と最後も同じです。端は2段目に入れます。ここまでが作品になります。ここで切ってしまうとまたこの房の手前の細い糸がほどけてしまうので、最後に捨て糸をします。こちらは最後捨ててしまう糸なので、どんな糸でも大丈夫です。
これで終わりましたので、房の分の長さを10センチぐらい取って縦糸を切っていきます。短いと結びにくいので10センチくらいは必要になります。織り機から外していきます。両端の房を結んでいきます。捨て糸を取りながら結ぶとほつれにくくなります。固結びをしていきます。2本取りなので4本ずつ結んでいくと良いかと思います。このように房を結んでいきます。房をすべて縛ることができました。あとは3センチぐらいのところでハサミで切っていきます。房を結び切り揃えて足拭きマットを完成することができました。今回は使い古したお布団のカバーを裂き織りにしました。本来捨てるはずだった布団のカバーですが、裂き織りをすることによってマットとして蘇り、再び使うことができます。裂き織りという技法は古くなって捨ててしまうものを再び蘇らせる技法になっています。皆さんもぜひ試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。なおなおでした。